OK ですかね。始めましょうか。多分全員入られましたね。はい、ようこそ、テーブルトークでございますね。Web3.0 NFT、そして分散型 ID というテーマでですね、今日はですね、メルカリの武井さんと、伊藤忠テクノソリューションズの藤江でお送りしたいと思います。MVP2 人によるテーブルトークという形なので、固くならずに、お話しできればなというふうに思っております。で、今お話ししました通り、テーブルトークなもんですから、本当に緩くディスカッションしながら、30分、進めていきたいと思います。で、QA もですね、チャットの方にですね、書いていただければですね、できる限り拾って、お話しさせてあげたいなと、お答えさせてあげたいなと思っておりますので、ぜひですね、ご質問とかコメントございましたら、書き込んでいただければと思います。で、このセッション、レコーディングされておりますので、もし、レコーディング嫌な方はですね、ご退出いただければというところでございますので、よろしくお願いいたします。はい。イベント中、皆様、参加のマイクロソフトオンラインイベントのコードオブコンダクトに従っていただくという形で、皆さん、ご協力いただけましたらと存じます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、そうしましたらですね、早速ですけれども、始めていきたいと思います。では、ちょっと私の方から先にですね、簡単に自己紹介させていただいて、中身の方に入っていきたいと思います。まず、藤江と申します。で、僕は今日はその最後の、分散型 ID というところでですね、ID というテーマでお話しさせてあげたいと思います。で、ID ばっかりやってる人間でして、OpenID ファウンデーションジャパンというところで代表をやらせていただいたりですとか、米国の OpenID ファウンデーションというところでもですね、ワーキンググループの共同議長をやらせていただいたりだとか、またですね、今日、お話しさせていただく、マイクロソフト MVP というのもですね、2010年からなので、もう12年経つんですね。長いことやらせていただいているという、もうだいぶ、もう飽きてきましたけど。怒られちゃう。怒られちゃう、怒られちゃう。そういう人です。で、武井さんはちょっと後でお話振ったときにね、自己紹介ぜひいただければと思いますけど、ちょっと最初に今日扱いたいネタを少し、話したいと思うんですけれども、Web3 ってすごく流行ってるじゃないですか、キーワードとして。でもちょっと前にやっぱ Web3.0 ってキーワードもあったと思ってるんですよね。いわゆるセマンティックウェブってやつですよね。で、これって一緒のものなのか違うものなのか、僕全然分かってなくてですね、なんか騙されてるんじゃないかなって思ったりしてるんですよね。いろんな人がいろんなこと言いますからね。そうなんですよね。だいぶ流行ってるなというのは分かるんですけれども、なんか、ブロックチェーンとか分散型っていうと Web3 なのかな、ね。で、その挙句の果てには、その情報に所有権があるんだということもね、Web3 の文脈だと言われてたりするんで、果たしてその所有って何なんだろうなっていうのも、ちょっとね、キーワードがよく分からない。で、その最たるものってやっぱ NFT だと思うんですよね。いわゆるノンファンジブルトークンと言われているもので、いわゆるアイコンに何十億円とかね、ついたりするわけじゃないですか。そういうものって所有っていうのかなっていうのもね。所有って何なのか。そうそうそう。で、僕の ID というキーワードだとね、もう同じような話で、自己主権型 ID なんていう言葉も言われたりするんですね。これも所有に近いようなキーワードで、ソブリン、いわゆる主権を持つっていうこともね、言われたりするんですよ。で、その自己主権型 ID っていうものを、いわゆる分散型 ID と言われているものが、ブーストするんだみたいなことが世の中で言われてたりするので、果たして何なんだこれはと。そうですね。いうのをですね、少しですね、紐解いていけるといいな、なんていうふうに今日は思っていたりするわけです。というところで、ちょっとですね、最初の Web3 というところについて、武井さんのご知見をいただきたいなと思っておりまして、これスライド、このままで大丈夫ですか？今日私、準備してきているスライドがないので、まず、私、改めまして、武井優斗と申します。今、所属している会社としては、メルカリという会社におりまして、メルカリってですね、いわば皆さん想像されるようなフリーマーケットやってる会社なんですけれども、その中にですね、メルコインっていう実は子会社があるんですね。で、そのメルコインっていう子会社、暗号資産の取引所であったりだとか、あと最近メルカリが NFT の販売を始めたりだとかもしてるんですけれども、そういったところのビジネス領域の開発であったりだとか、あとは私、セキュリティ部というところにも所属しているので、そのセキュリティに関するところを見たりだとかってしています。もともとはですね、自己紹介の延長っていう形ですけども、前職、1個前がですね、バセットというスタートアップを自分でやっていて、暗号資産、ブロックチェーン上の
ビッグデータを処理する。誰から誰にお金が動いたとか、誰から誰に NFT が動いたみたいなことをデータ分析するスタートアップっていうものをやっていました。それがですね、メルカリに買収されたっていうような形で、昨年から実はメルカリに入ってるんですけれども、でその前はさらに日本国内の取引所でCISO というようなポジションで、情報セキュリティ見ながら暗号資産取引所のなんて言うんでしょう、開発であったりだとか、ブロックチェーンそのものを作ったりだとか、ゼロスクラッチで作るっていう感じですね。っていうものをやったりだとかしながら、かれこれずっと秘密鍵触ったりだとか、アイデンティティって何だろうとか、そういうようなところで直近出てきた Web3 というキーワードを見ております。それで今ちょうど振っていただいたこの Web3 っていうキーワード、大体そうですね、世間的には昨年の10月ぐらいですかね、から急にいろんなところで Web3 っていうキーワードが見られるようになってきたんですけれども、もともとさっき振っていただいたティム・バーナーズ・リーさんという方が言っていた Web3 と、これまた今流行ってる Web3 というのはちょっと実は違うものだったりも実はするというふうによく言われたりしています。もともとのインターネットを作られたこのティム・バーナーズ・リーがおっしゃったような Web3 っていうのは、その意味論だとか、そういう情報自体をどういうふうにそのネットワーク化していくのかみたいなところで言っていた Web3 3.0という構想というものがあったんですけれども、直近のこの Web3 とは直接のなんて言うんでしょう、親子関係っていうんですかね、っていうものは基本的には私の中では少なくともないのかなというふうには思ってます。もちろんここは諸説あるというふうに思ってますし、そもそも直近ですね、ツイッター上で Web3 定義することにもそもそも意味ないんじゃないかっておっしゃってる方もいるぐらいなので、そこは一説というようなぐらいで考えていただければと思います。じゃあ Web3 使うと何ができるのかっていったところは、これこそ私やっぱりエンジニアなので、Web3 が何かというよりかは、Web3 使ったら何できそうかなっていう、そっちの方考える方が好きで、例えばブラウザー上のアプリケーションで、今までだったら、例えばそのペイメントネットワークの会社さんにアクセスをして、そこで例えばクレジットカード番号を打ったりだとか、QR コード決済したりだとかっていうのがあったのが、自分の暗号資産を例えばこれをブラウザーにつないで、ウォレットとかって言いますよね。この暗号資産のウォレットをつないだりだとかして、まさに自分のお財布とインターネットがつながるっていうような感じなのかなっていうのが、ちょっとおぼろげながらの理解ではあるんですけれども、一番 Web3、直近の Web3 の取っかかりの一番最たるところなのかなとは思ってます。もちろんJavaScript でどういうライブラリがある、どういう API があって、どういうふうにしたら電子署名ができるとか、そういう難しい話も、テクニカルな話もあるんですけれども、それ以前として、やはりユーザーエクスペリエンスって観点で言うと、自らの資産、アセットとか、お財布、ウォレット、こういったものがインターネットと直接つながるようになってくる。で、その間に誰も入らない、今までのペイメントゲートウェイの会社さんだとか、そういう他の人が入らないインターネットっていうのが Web3 っていうものなのかなと私は思ってますけど、どうでしょう？Web3 どう思われてますか、そもそも。そうですね。僕もね、まさにその仲介者がいないっていうキーワードについては、いわゆる Web1.0 のリードから Web2.0 って言われるところで、いわゆる GAFA をはじめとするね、大きなプレイヤーが出てきて、そこに今、皆さん収容されてるっていうんですかね。いうところから、直接つながって、ピアピアでやり取りができてっていうところ、これは確かにね、大きなムーブメントだなと思いますけど、これ、ブロックチェーンっていうテクノロジーと、じゃあ、どういうつながりがあるんですか、これは。そうですね、これ、ブロックチェーンの定義みたいなものっていうのも、やはり同じようにちょっと Web3 の定義と同じ2017年頃にですね、ブロックチェーンってなんだっけっていうもので盛り上がったんですけれども、私の中での、あくまでこれも私の中での解釈ですけれども、その分散データベース技術、ここで分散データベースって言ってるのは何かっていうと、複数のコンピューターの間で、情報を共同で持ち合うことができる分散データベースのことを分散データベースってもう一般論として言ってますが、この上で例えばお金のやり取りだとかをするための技術要素の一つがブロックチェーンっていうふうに私思ってます。直近だと、それこそ DLT、ディストリビューテッドレジャーテクノロジー、分散台帳技術、イコールブロックチェーンという言われ方ももちろんしますし、そこが明確かどうかっていうのは、私としてははっきり言ってどうでもいいといえばどうでもよくて、あくまで分散データベース技術の一つとしてブロックチェーンがあると。で、
これがじゃあさっきそのご質問いただいた Web3 とのつながりっていうところで言うと、Web3 の実現のためにブロックチェーンは確かに必要な要素なのかなと私は思ってます。なぜかというと、さっきその仲介者がいないって言ったときに、結局この仲介者いないシステムを作るためには、そのピアツーピア、直接お財布を持っている主体、エンドユーザーとか、とサービス提供者っていうのが1対1でつながらなければならないと。で、こうなったときに、じゃあ、もちろんサービスを提供する人が自分でペイメントネットワーク提供できますよとかっていうんだったら話は変わってくるのかもわかんないですけれども、とはいえ、一般のウェブアプリ開発者とか、一般の、直近だと DAPS とか言われますよね。そういう分散アプリケーションの開発者からしたら、ペイメントネットワークを作んないと分散アプリがホストできない。もうこれまたちょっと違和感のある話なので、そういうところで、そういうプラットフォームとしてのそのネットワークがなくてできるようにするため、むしろなのでそのブロックチェーン自体をプラットフォームとして使うことが必要条件になってきている。だからこそ、そこでブロックチェーンがフィットしているんだと。で、ここでいうところのそのブロックチェーンが必要要素っていう言い方は、さっきの私、分散データベースって言ったところに戻ってくるんですけれども、分散データベース技術が仮にブロックチェーン以外にあるんだったら、それでも私いいと思ってます。だから Web3 はブロックチェーンは今デファクトで必要だけれども、他に分散データベースあるんだったらそれでも良いのかなっていうのが私のスタンスです。なるほど、なるほど。今のお話を聞いていると、いわゆるインターネットそのものっていうのも、いわゆるその分散ネットワーク、もしくはイントラとイントラをつないできた、ネットワークなわけで、それこそ名前解決の仕組みなんていうのは分散データベースの一つだよね、DNS なんかも、っていうことも言えると思うんですけれども、なんか一つレイヤーが上がったっていう感じでそうかすかね。もしれないですね、確かに。うんうんうん。結構ツイッター上とかで私とかもいろんなこの議論だとかの盛り上がり見てて、当時インターネット流行りだした時にインターネットの定義考えてた人たちってどうなったっけみたいなツイートをやっぱ見て、それよりもその上で何ができるかって面白いプログラム書こうぜってやって、結局そこでインターネットというものが形作られた、そういうクリエイターとかエンジニアとか、そういう人たちの手で作られたものが現代のインターネットなんじゃないのっていうところを考えると、やっぱり Web3 も多分同じなのかなっていう、この Web3 と今言われているさまざまな根本技術が入り乱れてますけれども、もちろんこの中で生きていく、今後生きていく技術もあれば、死んでいく技術、淘汰されていく技術ってもきっとあるんでしょうけれども、その中で5年後、蓋開けてみたら、あの時 Web3 なんだかんだ言ってたけど、これだったのかなみたいなものが答え合わせできるっていうような、そういう感じかもしれないですね。なるほどね。いや、確かにね、定義をね、どうするかとかね、今これは何を意味するんだろうかっていうのって、数年経たないと、もしかしたら見えないんじゃないかって、まさにその通りな気もしますよね。そうですね。いや、非常に面白いなと思います。で、その中でね、いわゆる下側のレイヤーっていうんですかね、いわゆるインフラとしてのネットワークがインターネットみたいな形で広がってきて、その上に一つじゃあ、自由に読み書きできる、データベースですよね。これが出来上がってきたと。じゃあ、その上で、この NFT になるものっていうのが、やっぱり一つの、なんでしょうね、アプリケーションって言ったらいいんですかね、これもね、一種の。その上でやり取りするための一つの、なんでしょうね、ユースケースなのか何なのかっていうふうに見えてきてるわけなんですけれども、NFT っていうもの、そもそもどういうものなのかっていうところですよね。はい、これまたね、難しい議論、一言で言うのがやっぱり難しい議論だとは思うし、いろんな方がいろんな意見を持ってると思うんですけども、私がよく聞かれたときに使う説明っていうのが、デジタル版のトレーディングカードっていう言い方をよくしてます。すなわち何かっていうと、買ったりして、なんて言うんでしょう、カードの絵柄だとか、いわゆる紙のトレーディングカードっていうものが、これただ単にデジタルの世界に、なんて言うんでしょう、シャドウっていうのか、その世界観がコピーされたものっていうふうにして私は考えています。なぜこういう言い方するのかっていうと、このデジタルトレーディングカードっていう形だと、例えばその絵柄を買いました、NFT 買いましたって言っても、よく言われる著作権どうなんだっけとか、そもそもコピーできるんだっけ、できないんだっけって話ってやっぱりどこでもあるわけですよね。で、そのトレーディングカード、物理の紙のトレーディングカードを買ってるときって、もちろんそのトレカーを買ったからといって、そのトレカーの絵柄の著作権買ってるわけじゃないですし、コピーできますかって言われたら、全くその
いわゆる、なんでしょうね、昔だったらレアカードとかホログラムあれをきれいにじゃあコピーできますかって言ったら、また話変わってくるわけですよ。で、デジタルトレーディングカード、もちろんコンテンツのイメージ、それこそ JPEG 画像とか PNG 画像とか、そういう画像としてはコピーできるけれども、デジタルトレカというそのトレーディングカードとしての、データをコピーできているわけではないですし、だからそこら辺ぐらいの温度感で理解しておくのがちょうどいいのかなっていうのは私よく思いますね。はい。なるほど、なるほど。そうか、まあ、要するに、ものとしてコピーできるかできないかで言ったら、まあ、当然できてしまうものではあるんだけれども、まあ、なんだろうな、それ、そのものなのかというところとか。そのものって何っていう、そこに結局尽きてきて、まあ、今ここでスライドで赤字でオウンに引いていただいてますけど、所有って結局何なんだろうって、冒頭でも言いましたけれども、そのデジタルトレーディングカード、普通に形のあるものだったら、自分の、ね、手の上にある、まあ、法律で言うと占有と所有また違いますけれども、まあ、とはいえ、その所有している状態で比較的分かりやすいと。で、データの場合は知っているか知らないかっていうところになってくるので、しかも一回知ってしまったものを人間の場合忘れてくださいっていうのもまた難しい話なので、まあ、データを知っている、知識を所有している、知識を、まあ、なんでしょうね、そこに所有権が及ぶっていうのは結構やっぱり難しい概念だっていうのは、ここ自体は私は工学的な観点でやっぱり思うところはありますね。で、その上でじゃあ NFT にオウンってどうやってその所有っていうのを関連するかっていったときは、結局その、ここでいう所有オウンっていうのは、まあ、本当にいわゆる法律的にそのデジタル、ものを所有してますっていうものを関連するわけではなく、あくまでその疑似的に管理権限が及んでますよぐらいなスタンスで見とくのがちょうどいいのかなっていうのは私は思いますね。まあ、結局は本当に突き詰めて、まあ、技術者の方ね、まあ、聞いてらっしゃると思うので、まあ、行くと、まあ、それこそメタマスクの中に入っている秘密鍵にアクセスができるかどうかっていうところにつきますよね。そうなっちゃいますからね。まあ、なので、それが、例えばね、本当に、じゃあ、僕だけが、まあ、藤江だけがアクセスできる、それイコール所有なのかって言われてると、まあ、いわゆるその物理的な世界の所有っていうものとは、ちょっと概念がやっぱ違いますよね、やっぱりね。これ面白いのが、結構、私、先ほど冒頭で自己紹介でセキュリティのところも仕事してるって言ったんですけど、この、例えば紙とかで持ってるだったら、盗まれないようにする、金庫に入れとくとかっていうのが簡単にできるじゃないですか。で、盗まれたらそれ1個しかないから、盗まれたらパッとわかるわけですよ。ところが、さっき藤井さん、メタマスクの、鍵って言いましたけれども、まあ、メタマスク使ってる、例えばニーモニクとか出てくるわけですよね。とか、まあ、他のフローとか様々なブロックチェーンでも、秘密鍵の PDF とか出てくるわけですけれども、あれを安全に取っといてくださいと言われたところで、まあ、もちろん自分のコンピューターとか印刷して安全に持っておくって言っても、それがじゃあ他の人に絶対見られてませんよと保証するのはやっぱ難しいんですよ。取られた瞬間であっても、データなんでコピーされてしまってれば本人気づかないっていうところがあって、これまたセキュリティの観点で考えると、この所有っていうものを、ものと同じものとして考えると、結構違う性質がある、違った難しさがあるなっていうのはよく思います。いや、その通りですね。いや、これやっぱりね、そのセルフソブリンアイデンティティっていうもののソブリンともう全く同じですよね。いや、本当ね、デジタルアイデンティティっていうもののコントロールっていうものをユーザーに戻すんだ。これをテクニカルにやるんだってことをやっぱね、言うわけなんですけれども、まあ、技術とかね、実装を見れば見るほど、どんどんこんがらがってくるというかね、いうのがね、あって、まあ、最後に少しね、自己試験型 ID 周りを少しだけ、ちょっと僕はスライド持ってきちゃったんで、話をしようかなと思います。まあそうですね、5分ぐらいでこの話して、最後皆さんのね、コメントあればっていうふうに思いますけれども、まあキーワードはやっぱり自己試験型 ID っていうものと、じゃあ分散型の ID、検証可能なクレデンシャル、まあ、ディセントラライズアイデンティファイアーズ、DID と言われているものとか、ベリファイアブルクレデンシャル、VC と言われているものがありますよね。で、まあ、よく言われる自己試験型 ID って、こういう、まあ、SSI なんて呼ばれたりするんですけど、左側が今のアイデンティティモデルで、まあ、Facebook、Twitter、まあ、いろんなところに ID が格納されてて、それをユーザーは使わされているというかですね、まあ、使わせてもらっているというのが、まあ、右に書いているように、自分が自分の ID を持って持ち回るんであると。
いうことをですね、言ってるんですよね。で、これってじゃあどっから来たのかなっていう話、今の定義どうなってるんだろうっていうのをちょっとだけね、全部読むと時間かかっちゃうので、引いてみたんですけれども、上がソブリンファウンデーションっていうところがですね、割と前からですね、この自己主権型アイデンティティというところについていろいろ考えてるんですけど、彼らの定義で言うと、さっきの話と同様でね、管理主体や介在することなく自分のアイデンティティを所有し、コントロールできるべきであると。こういう考え方を、定義してるんですよね。で、もう少しね、紐解いていくと、下に書いてあるんですけど、ドック・サルズという方がね、書いたインテンションエコノミーって本があるんですね。これ、中身的に言うと経済学の本なので、いわゆるCRM っていう、これまでお客さんのデータを、事業者が集めて、それを一生懸命分析をして、その人に合ったものをレコメンドしていくなんていう、顧客のですね、関心っていうものを中心に経済活動を回すっていうアテンションエコノミーというものに対して、お客さんが自分の意思を持ってアイデンティティ情報を提供することによって経済が回るようになるって、VRM、ベンダーリレーションシップマネジメントだっていう考え方があるんですね。で、一番大きなキーワードは自分自身の意思を持ってっていう話だったんですね。これは、僕はこういうものが好きな人なんですだとか、僕はこういうものが欲しいんですっていうことを、お客さんが、事業者に対して、提示をするというか、意思表明をすることによって、ユーザーは、変なものをリコメンドされることもなくなるし、事業者はそのビッグデータを解析したり推測をするっていうところにコストをかけなくても済むようになるから、経済学という意味ではすごく効率的なんだというような話があったわけですね。で、これがね、やっぱりね、この何年かの間、これ2012年なんですよ、この本ってね。で、だんだん所有の話にちょっと変わってきちゃってるのかなと思ってて、意思の話だったんじゃなかったのかっていうのが僕の意見なんですね。で、じゃあ、自分の意思を持ってアイデンティティ情報を提供するためには何が必要なんだろうかっていうところに立ち返ると、やっぱりさっきの話じゃなくて、ここはね、さっきの中央集権型のところから、共通するんだけれども、利用者からすると自分で自分のアイデアをちゃんと持ち運べてる気がすることって割と大事なんですよね。そうですね。ポータビリティという話。例えば、Facebook にアカウントバンされても、自分は Facebook アカウントでやってるゲームができなくなるなんてことをやりたくないわけですよね。そうすると自分自身の意思を持ってそのゲームをやれるんだ。Twitter とか Facebook にバンされたとしてもそのゲームを続けることができるんだ。こんなこと大事だと思います。ただ他方で、やっぱりそのトラストっていう観点で言うと、事業者って、単純にね、僕藤江ですって言ってきたところで、ほんまっていう話になるわけで、そこに対して、高度な信頼っていうものをどうやって作っていくのかっていうのがセットになってこなきゃいけないのかなと。これがまさにベリファイアブルクレデンシャルなんて話になるんですけれども、まさにね、Web3 の、イーサリアムの方々が言っていたね、ノートラスト、モアトゥルースと言われているところにつながるんじゃないかなと思うんですけど、トラスト、バット、ベリファイというところが、これのキーワードになるのかな。これ実はロシアの言葉らしいですよ。はいはいはい。そうなんですね。面白い。こういうところがセットになって提供されなきゃいけないので、DID というものは、ポータブルというとね、すごく語弊があるんですけど、さっきのね、分散台帳っていうものをうまく使っている事例の一つなのかなと。いわゆる分散台帳上に DID ドキュメントと言われている自分の、いわゆるDID って識別子でしかないので、自分のロケーターですよね。リソースに対するロケーターを、DID として、そのリソースとしては DID ドキュメントというものがあって、そこの上に公開鍵の情報があったりだとか、一部のそのエンドポイントの情報があったりというような、仕掛けになってたりするわけですよね。なので、こういうものをもとに、さっきのベリファイアブルクレデンシャルって単純にデータモデルなので、そこに対して署名をかけるということによって、みんなが、その発行者に問い合わせをすることなくですね、分散台帳上に公開鍵が公開されているわけなので、そこに対して、事業者がいなくなったとしても、鍵を取り出せてですね、それを使って検証ができるような姿。これがまさに分散台帳を使ったベリファイアブルクレデンシャルと言われているものの、非常に利点といいますかね、ユースケースなんだろうなと。なので、分散型 ID はじゃあ自己主権型 ID っていうものに直接つながるんですかというと、ちょっとね、やっぱりね、古代国宝なんじゃないかなと思っていて、やっぱり所有ではなくて、やっぱコントロールなんですよね。で、それを考えていくと、さっきの話じゃないんですけれども、中間者がいないといいますかね、ID の世界でいうと、真の価値ってやっぱ ID プロバイダーへの依存度を下げることに他ならないんじゃないかな。なるほど。例えばユーザー目線で言うとさっき言った通り、Facebook が落ちてたらこのゲームできなくなるよ、みたいな話ってやっぱり嫌じゃないですか。そうですね。でも事業者目線で言うと、IDP って、
結構大変です。メルカリさんもね、多分 IDP すごい大変な思いして運用されてると思うんですけど、落ちると文句言われるわけですよね。そうすると、じゃあ ID はみんなが持ち歩いてくれていて、かつそれが本物であるとある程度信頼ができる状態っていうのがあるんだったら、アイデンティティプロバイダーってそんなに大変な思いして運用しなくていいんじゃないかみたいなことも言えるんだろうなと。こういうのを考えていくと、ちょっとユースケースってね、セルフソブリンでございますみたいなことじゃなくて、情報管理はしたくないんだけど、身元保証はある程度してほしいんだよっていうケースだとか、利用者の目線から言うと、Facebook の例ばっかり出して申し訳ないんですけどもね、Facebook はどのアプリケーション、どのゲームをやってるかってみんな知ってるわけですよ。そういうのを知られることなく、いわゆる素結合な状態で自分がそのアプリケーションを使えたゲームができるとかね。あとは IDP とサービスが連携できないケース。例えばスマートシティなんかまさにそうかもしれないですよね。どんなアプリケーションが来るかわからない。こんなケースにもちょっと合うんじゃないかな、なんてことをね、最近考えてるんですよ。こういうのがね、まさに、分散型 ID と言われているものの、ユースケースとして最近見えてきているところもあるなと。ですね。なんか、ツイッターとかで、なんかいろんな方がやっぱり、結構、私、情報ソースとしてかなりツイッターよく活用してるんですけども、自分の人格って何だろうとかっていうところであるだとか、結局その人格の数だけ ID って本来いるんじゃないのっていう人もいる。こういう、かなり、なんて言うんでしょう、リベラルなっていうのかわかんないんですけれども、そういう方向性の方もいらっしゃれば、一方で、じゃあ、例えば KYC とかで農業カスタマーって、金融機関とかではもう最近当たり前になってきてますけれども、あなたは誰ですかみたいな、そういう、本当にその身分、いわゆる身分という情報を、これを、クレデンシャルとして運用できるような、パブリックブロックチェーンなんでもいいですけれども、そういうプラットフォームに乗っけて、相互運用するのが良いのか、みたいな、そこの、結局どこで落としどころを作るのかっていう、そこの議論が今、ものすごく過熱してるんだなっていうのは、どこ見てても思いますね。で、今、その ID プロバイダーの信頼度って話でしたけれども、信頼度というか依存性、自らの結局、自分の ID がどっかの ID プロバイダーに依存してしまうと、結局落ちた時にっていうのを今ちょうど話ありましたけれども、その落ちた以外に、結局その ID プロバイダーのサービスとしては、利益追求する会社さんとかやってることの方が多いでしょうから、そういう会社さんがいきなりサービス終了した場合に ID なくなっちゃうってなると困るわけで、そうなった時にどこまでのじゃあ情報を取るのがいいんだろうかっていったところのID のなんて言うんでしょうね、要件っていうんですかね、リクワイアメントを持ってくる。で、それで、技術要素としてブロックチェーンにするのか、どういう実装にするのかっていったところが今後重要になってくるところなのかなっていうのは、私も非常に強く関心を持っているところですね。いや、本当面白いですね、この議論はね。深いです、本当に。なので、一つね、僕、皆さんにね、言えることと一つとしてね、定義をどうしようっていう話で僕もね、つけるつもりはないし、僕らが定義したところでね、そのなんぼのもんじゃいという話にしかならないので、あんまりなんて言いますかね、そこにこだわりすぎて、原理主義的みたいになるのも、違うのかなと思う一方で、変にね、NFT だとか、Web3 っていう言葉にね、踊らされて、バズワードでこれはマーケティングにいいから、じゃあ何かこの領域に参加してやろうみたいな話とかっていうのもね、またちょっとやっぱり違う部分だね。本質的に一体何なんだろうっていうところはね、ユースケースも含めて考えていくと、より良い世界って本当に実現できるんじゃないかななんてことも、そうです一方でね。思いますね。ただひたすら私たちとしては、開発者としても本当にいろんなサービスが実験的にむしろ出てきてほしいなっていう。で、出てはもちろん残るものもあれば、さっき言った通り、淘汰されていくものもあって、その中でこれがピタッとはまるぞっていうものが出てくるんだろうなっていうところで、ぜひぜひこういう IT プロバイダー、分散型 ID であるだとか、自己主権 ID だとかっていうものを興味持ってくださる方がいれば、より、なんて言うんでしょう、本当にこのブロックチェーンとか ID の世界だとかっていうものが発展していくんだろうな、Web3 自体が発展していくんだろうなっていうふうに思いますので、ぜひ皆さんも興味を持っていただけたら嬉しい限りです。はい、ありがとうございます。多分 QA は来てなさそうですね。はい、そろそろ時間もね、終わりかなと思うので、ぜひですね、聞いていらっしゃった方々、フィードバックの、リンクがチャットのところにありますので、何かですね、書いていただけますと、僕たちもちょっと励みになりますので、嬉しいです。はい、ぜひですね、よろしくお願いいたします。
というところで、17時30分経ちましたので、本日セッションこれでおしまいにしたいと思います。どうもありがとうございましありがとうごた。ざいました。